いしょ。お、ちょっと充電抜く。はい、今回なんですけど、今ね、YouTuber ってすごく業界でも盛り上がってきていて、始めたいって人たちも結構多いと思うんですよね。なので今回はその人たちのために必要な機材を僕が今回はご説明したいなと思います。はい、今ね、最初のお話したんですけど、YouTuber とか YouTube クリエイターとか、すごく今盛り上がってるんですけど、やっぱりまだ日本では、例えばそういったドッキリ系だったりとか、ちょっとバラエティ色のジャンルがかなり多いんですけど、最近僕みたいな感じで、ドッキリとかバラエティ系じゃなくて、例えば自然だったりとか、旅してるところをコンテンツ化してるとか、そういった Vlog 形式の動画もかなり YouTube 上では増えてきていまして、で、動画業界全体の市場感も、2022年ぐらいまで、オリンピック超えたぐらいまで3倍ぐらいに伸びると言われていたりとか、YouTube っていう市場も、それに応じてやっぱり成長してくるので、YouTube で発信して広告収入をしっかりと稼いで自分が好きな表現をして、生活したいっていう人たちにはすごくいいプラットフォームなんじゃないかなと思って、今回はその YouTuber になりたい人たちに向けた機材っていうものをご説明したいなと思っております。そもそも YouTuber の定義って何かって言いますと、その YouTube っていうプラットフォームにその映像を乗っけて、その広告収入で稼ぎを得ている人たちを、YouTuber って言うんですけど、なので僕も一応広告収入をいただいているので、YouTuber っていう部類には入るんですけど、動画を撮影してアップロードするっていう流れに、必要な機材っていうものをゼロからご説明しようと思います。まず一つ目、動画をやっぱり設定しなきゃいけないんですね。で、極論言ったら、動画って今 iPhone でも撮れるので、今ね、本当にバラエティ系の YouTuber の方とかも iPhone で、撮影して、iPhone で編集するっていう方も本当に多いんですよね。けど、僕が知ってる限り、例えば YouTuber とかコンテンツを発信してる人ってのは世の中にたくさんいて、みんなスマートフォンからやっぱり投稿してるので、スマートフォンの動画がほとんどだと思うんですよね。で、スマートフォンの動画ってのは、あくまでこれ、電話だったりとか、チャットとか、そういったアプリケーションがメインなので、撮影するに特化したカメラではないんですよね。なので、こういった平たい、ボケ感もない、すごく安っぽい映像に見えてしまうんですよね。で、これで収録するのももちろんいいんですけど、画質だったりとか、どんどん技術を向上させていって、フォロワーの方たちに見られやすくするっていう一つ重要なポイントだと思うので、iPhone で撮影するのではなくて、一眼レフだったりとか、ハイスペックなカメラで、撮影することをお勧めします。で、僕は、YouTuber の方にお勧めする機材は何かと言いますと、GH5 ですね。GH5 が僕はすごくおすすめだと思います。YouTuber がメインの職ではなくて、あくまで、ウェブ広告だったりとか、CM だったりとか、そういった制作をメインにやっていたりとか、もちろん例えばソニーさんとか DJI さんからちょっと機材をお借りしたりとか、ほんと様々なメーカーの機材を使い分けた結果、YouTuber に一番適しているのは GH5 だなと思います。それはなぜかって言いますと、まずは価格の部分。今僕が使ってるカメラ、これ収録してるカメラ 1DX Mark II なんですけど、これって、写真もすごいし、動画もすごくて、正直、業界の、CM とかでも十分通用する機材なんですよね。ただ、YouTuber の人だってそこまで求めなくていいので、GH5 って価格的には20万ぐらいなので、そういった機材を一つ持っておく。そして、画質とかも本当に 1DX と比較してもわからないぐらいの高画質ですし、一つ重要なポイントっていうのは自撮りがあるんですよね。GH5 ってモニターが自分向きにすることができるので、すごく YouTuber には向いてるのかなって思います。で、次に、もちろん収録するときに、やっぱり自分の声が通らなきゃいけないんですよね。で、今回僕の場合って、このロードの、スタジオマイクで、PC に接続して、で、カメラで収録してっていう形で、撮影してるんですけど、YouTube の方って、そんなガチガチに高音質だったりとか、三脚もセッティングする必要ないと思っていて、自分が撮りやすい方法で、気軽に編集するっていうのが、やっぱり大事だと思うんですね。なので、ここまでする必要はないです。けど、カメラに取り付けるマイクは必要です。どういったマイクが必要かって言いますと、ちょっとお待ちください。こちら、ロードのね、マイクとなっております。ショットガンマイクですね。で、これって何がいいかっていうと、カメラに取り付けて、そのままこのコードをカメラに接続することによって、映像を撮っている、かつ、やべえ、通知音が。すいません。で、映像を撮る、かつ、音声がね、収録されるので、カメラの内蔵だと、やっぱり音の拾いが良くないんですよね。
風とか入ってきたりとか、周りの環境音が入ってきちゃうので、あまりお勧めしないです。でもこういったショットガンマイクをつけますと、カメラは自分のことを向けているので、マイクも自分の方に向かってるっていう状況なんですよね。で、このショットガンマイクのいいとこって、正面に向かってる人たちの声を一番的確に捉えられるマイクなんですね。このショットガンマイクっていうのは。YouTuber の方にはとてもおすすめなね、マイクとなっております。はい。でですね、ショットガンマイクと動画撮影する機材っていうのは、皆さんに説明したと思うんですけど、次はね、やっぱり編集するためのソフトが必要なんですよね。で、YouTuber の方たち、例えばヒカキンさんとかは、Final Cut Pro って言われる、ソフトを使っています。で、僕は Adobe Premiere Pro っていうソフトを使ってるんで、正直この二軸かなと思ってます。Final Cut Pro っていうのは、本当にその動画のつなぎがすごく楽で、簡易的にね、かつスピーディーに編集できるので、そんなに映像制作のクオリティを求めないっていう方は、Final Cut Pro でもいいと思います。けど、Adobe Premiere Pro っていうのは、世の中のね、全世界の動画クリエイターの約9割が利用しているっていうことなので、もちろん細かく編集できるし、プラグインって言われる、そのいろんな例えばエフェクトだったりとかを購入することができるので、自分の動画を他の YouTuber さんの方よりもハイクオリティに作りたいっていう方は、この Adobe Premiere Pro をね、お勧めします。僕の YouTube でも Adobe Premiere Pro のチュートリアルをすごく出してるので、この動画を見た方は、Final Cut Pro よりも、Premiere Pro を見てくれた方が、僕のチャンネル上でもすごく学べるコンテンツもたくさんあるので、チェックしていただきたいなと思っております。はい。次にはこの編集 PC ですね。YouTuber の人たちって基本的に毎日投稿だったりとか、動画を頻繁に出すと思うんですけど、その、編集効率だったりとか、撮影効率を円滑に進めるためには、やっぱりその機材のスペックだったりとか、編集スピードっていうのがすごく大事になってきます。なんでハイスペックにするかって言いますと、書き出しスピードとか、動画をつなげていくスピードとか、カクついちゃうんですよね、スペックがないと。なので、ハイスペックなものにして、書き出しスピードとかを円滑にすることによって、毎日投稿とかも可能になってくると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。Later. もう一つね、例えば女性の方だったりとか、化粧品のお話をしたりとか、自分の顔をね、少しでも美しく見せたいっていう方もすごく多いと思います。そういった方たちには、照明っていうものがすごく大事なんですね。で、本当にその動画撮影時に一番大事なのは光と言われるぐらい、大事でして、僕も今ね、こういった環境にいるんですけど、まず環境、これ窓がいっぱいあって、太陽光が入ってきてるんですね。なので、全体の空気感の柔らかさっていうのを演出できるし、室内のライトによって向き変えれるのは自分の顔を照らしてるんですよね。なので、なんか怖い印象にならなかったりとか、そういった光のね、調整っていうのをしっかりやってます。なので、自分の顔が少しでも怖かったりとか、綺麗に映らないっていう方は照明を意識してみてください。照明は、女性とかよく使われているのはリングライトって言われる、ウェブでリングライトって調べればあると思うんですけど、そのライトをカメラと、同じ位置に立たせることによって、自分のね、例えば目とかに白い光が映って、なんか目が大きく見えたりとか、そういった効果もあるので、顔とかを美しく見せたいっていう方は、照明っていうものも意識していただければなと思っております。僕もね、2年間ぐらい、映像制作をして、YouTube とかに投稿しているんですけど、その結果、今こういった編集 PC だったり編集ソフト、撮影機材っていうものを、選定していますので、ぜひこれからね、YouTube 投稿だったりとか、動画制作始めていきたいっていう方は、ぜひ参考にしてみてください。はい、じゃあそんな感じで、今日の収録も、今日は通知がすごいな。はい、そんな感じで、今日の収録も以上となります。本日はどうもありがとうございました。